皆さん、キムチって韓国料理だと思ってませんか？衝撃な真実があるんですよ。皆さんが食べているキムチ、あれは日本版キムチなんですよ。厳密に言えば、韓国人が毎日食べているキムチとはかなり違うんですよ。じゃあ、韓国人は日本のキムチを見て食べて何を思っているのか。僕は日本に10年ぐらい住む韓国人留学生で、在日韓国人100人以上に会ってきました。何でもこのキムチの話題で本音を言い合ってきたんですよ。その結論は驚くほど一緒です。5つの共通点があります。1つ目、甘すぎる。2つ目、種類が欲しい。3つ目、もっと食べたい。4つ目、キムチの旅へ出る。5つ目、ありがたいということです。まず一つ目、甘すぎるという話からします。これはですね、悪口ではなくて、キムチをどう設計しているのかの違いです。日本ではですね、キムチは副菜です。毎日必須ではないし、主役でもない。だから優しく、誰でも、どの家庭でも食べられる味が求められます。ご飯と一緒にではなく、野菜、焼肉の横に置く前提の味、辛さよりも食べやすさ、角のなさが最優先。砂糖、リンゴ、水飴がしっかり入っている。噛んだ瞬間、舌にまず来るのは辛い味ではありませんです。もうほのほのした甘さ、甘み、旨み、最後にちょっとだけ辛いですよね。これはですね、もう日本のスーパーで失敗しない味としては完成度が高い設計だと思います。一方、韓国のキムチ真逆なんですね。韓国でキムチは主食レベルです。これがないと食卓が完成しないかもなみたいな感じですね。だから尖っていてもいいし強くてもいいんですよ。キムチだけでもご飯をいけるようなキムチの味にする。鍋やチゲに入れても味が負けない。砂糖は最小限にして、もしくは入れなかったりする。主役は発酵由来の酸味、唐辛子の辛さが急でくる。ニンニクは遠慮なく入るとかですね。だから噛んだ瞬間、酸味、辛味、ニンニクの要因があるんです。鼻に抜ける発酵の臭さ、舌がキュッと締まる感じ。正直日本人がいきなり食べると強いと感じる人も多い味なんですね。2番目の話、種類が欲しいということです。日本のスーパー、皆さんキムチ売り場行ったことあります？韓国人はだいたいもう3秒で状況を把握しちゃうんですよ。ああ、白菜だらけだな。大手メーカーの数社の商品が並んでて、味の系統もなんか似てるなということですよ。サイズが違う、辛さが違う、もう塩がどんだけ入ってるかが違う。もちろんバリエーション自体はまあいわばあるんですけども、惣菜ほぼ同じってことですね。一方ですよ、韓国のキムチは種類の世界が全く違うんですよ。白菜キムチ、角テギ、キュウリキムチ、ネギキムチ、エゴマの葉キムチ、カラシナキムチ、水キムチ、ペキンチみたいなのあるんですね。これ素材がもうそもそも違うんですね。だからもう野菜という種類が違うんですし、しかも白菜キムチの中でも全然味違うんですよ。韓国の南部でですね、甘辛く、北部でですね、あっさりと言われています。もしくは海沿いは塩辛の風味が強くて、内陸が発酵を重視するとも言われています。そして決定的なのはですね、家庭ごとにも味が違うんですよ。うちの母のキムチ、ニンニク多めだぜ。いや、うちはエビの塩辛が決めてたぜ。みたいな、これ韓国で普通の会話ですね。だから韓国人、日本のキムチ売り場を見ると、いや、実はキムチの種類ってもっと多様なのにな。日本の皆様食べてほしいし、自分もちょっと食べたいけどな、みたいになってしまいます。で、3番目、もっと食べてほしいということです。僕が日本の食卓を見て、ちょっとだけ思うことがあります。キムチってもう毎回の食事に出てもいいのにな、と思うんですね。日本でのキムチの立ち位置って、韓国に比べるとですよ、限定的です。もう当たり前でしょうけどね。もう焼肉の付き合わせとか、外食でたまに食べるものとか、もう家でも毎日は出てこないんじゃないですか。辛さとか匂いを気にして控える人も多いじゃないですか。もうあると嬉しいけど、あると役立つだけど、これなくても別にいいよね、的な感じですよね。韓国、完全に別世界なんですよ。朝、昼、夜出てきてもおかしい話ではありません。キムチがないと、なんか食事足りないなと感じる場面もある。バリエーションで食べることもできる。キムチチゲ、キムチチャーハン、キムチキンパとかもあるんですね。キムチラーメンとかにもあるんですね。もう無限に使えちゃうわけですね。そして重要なのは、キムチは古くなってからが本番という感覚なんです。新しいうちはそのまま食べる。酸味が出てきたら炒める。さらに進んだらチゲにする。時間が味方になる食品なんですね。もう一つ、キムチは健康食です。これ健康食じゃない人も言っていると思うんですけれども、健康食という前提で一応話進みますね。乳酸菌豊富だし、腸内環境を整える発酵食品として非常に優秀なわけなんです。だから韓国人はもうキムチ発酵するし、いっぱい食べるから、キムチ専用の冷蔵庫まであるんですよ。これね、一部の人の話ではなくて、
普通に家電量販店売っています。ドンキホーテ行ったらキムチ冷蔵庫売っているみたいな感覚です。僕の個人的な感想言っていいですか？日本の食文化と相性いいと思うんですけどね。白いご飯とか味噌汁とか焼き魚とか、ここにキムチあるともう全然違う気がするんですよね。だからこそ僕とか他の韓国人はこう思っちゃうわけです。日本でもキムチもっと出会えたらいいのにな、みたいな話です。で、4つ目はですね、常に美味しいキムチ探してるってことですね。日本で暮らす韓国人の多くはですね、心のどこかでずっと同じ行動を繰り返しています。皆さんの隣にいる韓国人にも聞いてください。で、それはですね、今度こそ美味しいキムチに出会えるかもしれないってことですね。日本のキムチはとにかく味が安定しています。品質ぶれない。どの商品を買っても味が想像できる。でも韓国人の舌はここで少しだけ落ち着かない。食べている途中でこう思う瞬間があるんですよ。美味しいけど、もう一押し何かが欲しいみたいなるんですね。酸味か辛味かニンニクかどれかが足りなくて。でも、日本のキムチ微妙にいけそうって思ってしまうんですね。でも微妙に本場のキムチ欲しいってなってしまうんですね。だから、いけそう。でもなんか違うな。なんか他の商品探してみような。違うな。みたいな、このサイクルがもう永遠に回っているわけですね。だからもう韓国人コミュニティの中ではですね、どのスーパーでどのキムチが美味しいの？通販に行ったら美味しいキムチあるの？在日韓国人の店でキムチ売ってないの？みたいな話があるわけですね。もう毎年自分の中のベストキムチが更新される。その基準はもしかしたら一つかもしれないです。歯の味にどれだけ近いか。家庭によって味が違うということ。だからもう韓国人はみんなそれぞれ思う自分のキムチの味があって。それを日本のとこに行けば手あるかなみたいなことを考えているわけであります。だから日本のスーパーのキムチ売り場にいる韓国人は買おうかな、ちょっと違うかな、今度こそは本当のキムチ探せるのかなみたいなことを思ってるかもしれないです。で、最後5番ね、ありがたいということですね。もう最後に行き着く感情だと思います。日本ではですね、キムチってもう特別な食べ物ではないと思ってるんですね。どこのスーパー行っても普通に置いてあるし、コンビニとかでもキムチ売ってますよね。焼肉屋だけでなく、韓国料理店も多いですよね。これ本当に冷静に考える必要があります。世界のどこでこれぐらいの頻度で出会えますかということです。コンビニ、まずない国いっぱいありますよね。コンビニあるとしても、アジア料理ないとこ多いですよね。アジア料理あるとしても、キムチ売ってるとこ少ないですよね。だからここまでキムチが手に入りやすい国っていうのは、正直日本だけかなというふうに思っております。それは僕みたいに長期滞在する人もいますし、日本旅行してる人もいるんですけども、キムチが食べれない状態にならないってことですね。もうご飯とコンビニでキムチポッて買ってきて、それで食べてるだけでも、ちゃんと食べた感が出るんですね。そして、もっと嬉しいこと。日本の皆様がキムチを知ってるってことですね。キムチ辛いでしょ？どんなキムチが好きなの？韓国人キムチ毎日食べてんの？みたいな。この会話が成り立つわけなんですよ。これで会話が始まることもあるわけなんですよ。それはつまりですね、韓国の文化っていうのが日本の生活に受け入れられているということです。この感情だけは10年住んでもあんまり変わってないですね。日本でキムチだけじゃないんですよね。韓国料理こんなに簡単に出会えるなんて嬉しいなっていうことです。皆さんはどのキムチが一番好きですか？僕は正直に言うとですね、牛角産のキムチが好きです。辛さのバランスが良くて、ご飯によく合うんですね。もし機会があれば、そのスーパーで牛角のキムチ試してみてください。他にもですよ、専門店とか通販とかで白菜キムチ以外のキムチもたくさんあるわけですね。それもぜひ試してみてください。味の世界が少し広がります。今日は以上です。よかったら他の動画も見てね。アニョンパクでした。